いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は石ミーバイです。石ミーバイは沖縄地方の呼び名で、一般的には関門ハタと呼ばれます。沖縄ではルアーフィッシングだけでなくフライフィッシングでも人気の対象魚となります。今回の動画は石ミーバイだけでなく他の根魚を狙う際にも参考になるところもあると思います。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。サンゴ礁、リーフの浅場、遠投不要、表層狙い、根魚は根に潜る。それではこの3つについて解説していきます。サンゴ礁の浅場について解説していきます。特徴を見ていきます。石ミーバイはスズキ目、ハタ科、マハタ属の海水魚です。ミーバイはハタ類全般を指し、石は体の模様を小石に見立ててついたと言われます。体長は25センチメートル程度、寿命は10年以上となります。丸みを帯びた茶色の体で、口が大きく全身に小さな斑点がたくさんあります。同じマハタ属にはマハタ、クエ、アカハタ、キジハタなどがいて、釣りの対象魚や食用になる魚も多く分類されています。また似たような魚で石垣ハタやオモンハタなどがいますが、石ミーバイは模様の斑点が大きく、ほぼ全身の斑点が同じ色になります。石ミーバイの分布を見ていきます。日本では八丈島や小笠原諸島、三重県や和歌山県より南、特に沖縄諸島や奄美諸島に多く生息しています。釣れる時期は基本的には暖かい地方では一年中釣ることができますが、春から秋にかけてハイシーズンになります。産卵期は5月から6月になります。ちなみに産卵期満月の大潮前後に産卵のため生息場所であるサンゴ礁を離れて外洋へ出ていきます。食性は小魚や甲殻類、ゴカイなどの多毛類を好む肉食性です。サンゴ礁のごく浅場に単独で生息し、普段はサンゴや岩の陰に潜んでいます。射程距離に入ってきた餌を発見すると、瞬時に襲いかかって捕食します。遠投不要、表層狙いについて解説していきます。石ミーバイはサンゴ礁の浅場でルアーやフライで楽しめる手軽なターゲットです。いわゆるライトタックルで十分可能です。ロッドは長さ6フィートから8フィート程度のライトアクション。リールは2000番前後。メインラインについては、初心者の方はやや太めのナイロンかフロロカーボンがおすすめです。慣れている方は PE ラインがベストです。リーダーについては PE ラインを使用する際はつけることが必要ですが、釣り場がサンゴ礁になるため、ナイロン、フロロカーボンの場合でもつけておくことをお勧めいたします。ルアーは2インチ前後のワームとジグヘッド、ミノー、そしてスプーンなどが効果的です。フライで狙う場合も見ていきます。ロッドは4番前後の8フィートから9フィート。リールは小型フライリール。ロッドとのバランスでお選びください。フライラインは水面に浮くフローティングライン。リーダーは 2X の7フィートから10フィート。フライはクレイジーチャーリーなどのキールパターン。針先が上を向いたタイプを使うことをお勧めします。根がかりが少なくなります。クレイジーチャーリーのフライタイイング方法を説明欄にリンクを貼っておきます。フライフィッシングをされる際は参考にしていただけたら嬉しいです。基本的な釣り方については、釣り場はサンゴ礁の浅いところになります。膝あたりまで
海に入って釣る場合もあります。ルアーは遠くに飛ばさず深く沈める必要はありません。海の中に黒っぽく見えるサンゴ礁や岩を狙います。キャストしてルアーが着水したら同じ高さをキープできるぐらいの速度でゆっくり巻いていきましょう。イシミーバイの近くにルアーを泳がすことができればサンゴ礁や岩の中から出てきます。表層で釣れない場合はカウントダウンをして沈めてみましょう。その際は下はサンゴ礁など障害物が多くあるため根がかりしないように気をつけましょう。フライフィッシングの場合も同じで、リーダー結束部からフライの重さで沈む深さで十分です。ルアーと同じくイシミーバイの近くにフライを泳がすことができればサンゴ礁の中から出てきます。根魚は根に潜るについて解説していきます。イシミーバイなどの旗系の魚、根魚は根に潜る習性があります。根に潜るとは餌、ルアーを加えた瞬間に身を守るために岩の間に潜ってエラを立てて岩の間から出てこなくなる状況を言います。この時、サンゴ礁や岩場だとラインが切れる恐れがあります。イシミーバイを釣るための準備とイシミーバイがヒットした際の対処方法を紹介いたします。ドラグを締めておく。ヒットした時にラインが出されないようにあらかじめリールのドラグは締めておいた方がいいと思います。リーダーを太く長めにする。状況によっては底付近を狙うこともあります。リーダーは太く長めにつけておきましょう。具体的な長さは90センチメートル程度であればいいと思います。詳しいリーダーの長さについては別の動画、リーダーの長さで解説しております。お時間ある時にご視聴いただけましたら嬉しいです。ラインにテンションをかけておく。ラインが緩むと根に潜られやすくなるため、ラインは常にテンションを張るようにしましょう。ヒットしたらロッドを高く立てる。イシミーバイに潜られないようにヒットしたらロッドをできる限り高く立ててラインを張りましょう。ロッドを低くするとラインが緩みやすくなって根に潜られやすくなります。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用いただけましたら幸いです。今回の授業のまとめです。サンゴ礁、リーフの浅場、イシミーバイはサンゴ礁のごく浅場に単独で生息し、普段はサンゴや岩の影に潜んでいます。射程距離に入ってきた餌を発見すると瞬時に襲いかかって捕食します。遠投不要。表層狙い。基本的な釣り方はサンゴ礁の浅場が釣り場になりますので、ルアーは遠くに飛ばさず深く沈める必要もありません。キャストしてルアーが着水したら同じ高さをキープできるようにゆっくり巻いていきましょう。根魚は根に潜る。イシミーバイがヒットすると根に潜ろうとするため、事前の準備とかかった時の対応をしっかり頭に入れておきましょう。ドラグを締めておく。リーダーを太く長めにする。ラインにテンションをかけておく。ヒットしたらロッドを高く立てる。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画がイシミーバイの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。